こんにちは、こんばんは、はるです。軽バンを DIY して車中泊仕様、軽キャンを作っている動画になります。過去の DIY の様子もすべて再生リストにまとめているので、ぜひご覧になってください。今回の DIY は、後部座席のドアの内張りを張り替える作業をやっていきます。純正のカバーを外して、レザー調の革を貼り付けていきます。こちらが完成した画像になります。レザー調のブラウンの色を選びました。ドアノブやウィンドウハンドルは艶消しブラックで塗装しました。ということで DIY の様子をご覧ください。よろしくお願いします。まずはウィンドウハンドルを外していきます。まず最初にウィンドウハンドルについているピンを取り外していきます。ピンは記号のオウムの形をしています。ハンドルを下向きにします。この状態でピンは下向きになっています。ピンを外すのに適当な長さに切ったバンダナを使用します。個人的にはバンダナの方が一番外しやすかったです。バンダナをドアとハンドルの隙間に入れていきます。隙間に入れたらピンが布に引っかかるようなイメージをしながら動かしていきます。そのまま映像をご覧ください。布にピンが引っかかってピンを外すことができました。ウィンドウハンドルを下向きにしたときにピンの向きはこのような形になってますので、ピンの両端どちらかに布が引っかかるようにイメージしながら動かしていってください。次に同じようにドアハンドルを取り外していきます。ドアハンドルにも同じ形のピンがついています。向きは先ほどと逆の上向きになっています。先ほどと同じように隙間に布を入れてピンの端に布が引っかかるイメージをしながら動かしていきます。ピンの向きは先ほどと逆で下から上に向かって刺さっています。これなんだけどピンがないんだけど、ここピンがないんか。ああ、外れてるよ。ドアハンドルを取り外すことができました。内張りを外す映像が映っていなかったのですが、ウィンドウハンドルとドアハンドルを外せば、内張りは引っ張れば簡単に外せます。内張り剥がしなどを使って周りからゆっくりとかけてあげれば簡単に取り外すことができます。次に純正のカバーを外していきます。タッカーで留められているので、タッカーの芯を外していきます。タッカーの芯をすべて取り除きました。純正のカバーを剥がしていきます。純正のカバーを取り外しました。いよいよ新しいレザーに貼り替えていきます。少しはみ出るぐらいにカットしたレザーを重ねたら、裏返してから周りをタッカーで留めていきます。レザーをきれいに伸ばしながらタッカーで留めていきます。こちらの作業は失敗してもやり直しが効くので簡単だと思います。適度な力でレザーをきれいに引っ張りながら留めていけば失敗しないかと思います。ここで1点だけ注意してほしいことがあります。タッカーの芯の長さが板の厚みを超えると芯が表側にはみ出てしまいます。はみ出ない長さのタッカーの芯を探すか、僕が後からやるように表側の縁に飾り板を貼っていくかということになります。よろしくお願いします。表面にボンドも塗っていきます。ボンドを塗った状態で次は引っ張りながらきれいにレザーを貼るようにしてタッカーで留めていきます。
縁をすべてタッカーで固定することができました。タッカーで固定した後に長すぎたレザーの部分はカットしています。次に気持ち程度の効果しかないかと思いますが、薄めの銀マットを貼り付けていきます。少しでも断熱効果が出ればいいかと思います。ボンドと両面テープで貼り付けました。次にウィンドウハンドルとドアハンドルを艶消しブラックで塗装していきます。次にタッカーで留めた縁周りに飾り板をつけていきます。理由はタッカーの芯がはみ出していて危ないからです。この作業を行う前に Amazon などで短いタッカーの芯を調べたのですが、見つけることができませんでした。ですので、芯がはみ出ている部分にどうにかおしゃれに見えるような板を貼っていこうということになっています。ということで、ホームセンターに行って適当な板を買ってきて、このような形でカットして並べてみました。ホームセンターにユーカリの木というのがあって、気に入ったので購入してウォールナットで塗装しました。こちらを内張りの縁に貼っていきたいと思います。縁に貼る板は M3 の両面テープで貼り付けていきます。貼り付けたらこんな感じに仕上がりました。短いタッカーの芯が見つけられずに苦肉の策となりましたが、個人的には気に入ってます。ということで完成した新しい内張りを取り付けていきます。ウィンドウハンドルとドアハンドルを取り付けて完成となります。内張りをブラウンのレザー調に変えただけで車内全体がとてもいい雰囲気になりました。純正の穴も開いていたシートからレザー調のブラウンのレザーに張り替えてとても満足しています。ウィンドウハンドルやドアハンドルも艶消しブラックに塗ってとても気に入っています。ということで今回はドアの内張りの張り替えでした。この動画が良かったと思った方はぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。再生リストにこれまでの DIY の様子も全てまとめてますので、良ければぜひチャンネル登録をして最初からご覧になってください。ということで今回はこれで動画を終わります。ご視聴ありがとうございました。次の動画も見てください。